こんにちは、インクレディブルーのグミです。前回ご紹介したこちらのダンシングメカニズムを使ってダンスをする作品を作ってくださった皆様、ありがとうございます。今日は前回の動画で簡単な説明で終わってしまった2つ3つと並べてダンスをさせる方法ですね。もう作ってくださっている方もいらっしゃるのですが、ちょっとしたコツもございますので、そちらを今日はご紹介したいと思います。そして気づいている方もいらっしゃるのですが、この仕掛けを使ったアレンジ方法もご紹介したいと思います。それでは始めていきます。まずはじめに、前回の動画でお伝えし忘れてしまったのですが、このプルタブの引っ張る中心のブラッツから固定するここの2つのブラッツまでの長さは必ず同じ長さにしてください。ここが違ってしまうと、ここを中心に回すこの長さが違ってしまいますので、必ずここからとここからの長さは同じにしてください。例えばこのように違う素材を並べる場合も必ず同じ長さにすることが大事です。なので一番小さいサイズの素材に合わせてプルタブからのパネルの長さを同じにするのがいいと思います。次に前回の動画で2つ3つと並べる場合はこのようにブラッツの上に丸くくり抜いた紙を当てて、このようにドーナツ型にしたポップアップを貼ってくださいとお伝えしましたが、ここがなぜ丸がいいかというと、このブラッツの部分ですね、ここがプルタブを引っ張ることによって回ってるからですね。なので丸いものをここに置いて丸くくり抜いた方がいいというふうにお伝えしました。でもブラッツで固定している場合はここが四角でも構いません。ただポップアップは丸くした方が回転するので丸い方がいいと思います。素材から見えなければ四角でもいいと思います。ただこのダンスした時に見えるようだとかっこ悪いのでご注意くださいね。四角より大きめの素材を貼った時にここが丸じゃなくてもいいということになります。そしてこちら側を丸くくり抜くことができるようでしたら、このブラッツは必要なくなります。これを外しますね。このように上から貼りたい位置を必ずこのプルタブは真ん中を通るようにしましょう。そして同じ長さのパネルにしてここにポップアップホームを貼ります。ポップアップホームはできれば丸と同じ大きさがいいです。このように素材が見えないように貼ると、もうこれでポップアップホームで固定されますので、下の台紙にブラッツで固定する必要はなくなります。ただ隙間ができますので、なるべくポップアップホームと丸の大きさは同じ方がいいです。ポップアップホームを同じ大きさでというのは、ブラッツで固定していないので、このようにポップアップと穴に隙間があるとこのように動いてしまうというか遊びができてしまうからです。ただなかなか穴とポップアップホームを合わせるのは難しいかもしれません。もっと簡単な方法があるので、そちらを今日はご紹介します。この
穴よりも少し大きな丸をご用意ください。丸じゃなくてもこのように大きい四角でもできます。まず丸でこのように線を引きます。例えばここの中心に印をつけますね。そしてこの穴からこの中心に来るように置いてもらって輪郭を描きます。そしたらこの中心を通るように線を引きます。この線で切り込みを入れます。この線より少し出るぐらいでカットしましょう。若干曲がってますが、これで大丈夫です。両端をこのように折り上げます。そして下から通してあげると両端が表側に出て、折ってない方が裏側に出ます。このように回転軸が出来上がります。ペーパーリベットとかペーパーハブと呼ばれてます。こちらでもできます。その場合はやはりだいたい中心を作ってここに円を描きましょう。そしてこの場合はここの線をこのように描きます。そしてこのように円の接点を通るような感じで上下に線を引いて、ここは少し内側に来ても大丈夫です。そしてここを切り取ります。この長い方を折ってこちら側に後ろ側から入れて出します。そうすると裏は短い方、表が長い方ですね。ちょっときついかな。もう少し円の内側に入るようにします。これで回転軸ペーパーリベットが出来上がりました。そしてこれだけでは接着部分が不安な場合はここに糊や両面テープを貼って丸を貼ってあげ、こちら側も丸を貼ってあげたりすると安定します。ここの部分だけに糊をつけます。そうすると簡単に回転軸が出来上がります。これだとぴったりなのでポップアップフォームを穴とぴったりのサイズにする必要がなくなります。このリベットの裏側に両面テープを貼ります。そしてプルタブが中心の線を通るようにこのように置きます。リベットが回っているのがわかるかと思います。そしてこのまま素材をここに貼っていただいてもいいのですが、このようにはみ出したりちょっと足りなかったりする場合はこういう丸を先に貼ってリベットを安定させてから必要ない部分をカットするといいと思います。バックグラウンドに
使う台紙に穴を開ける方法なのですが、このように丸い台があると便利です。意外とご自分のお持ちの台のセットの中に丸の台が含まれている場合もございますので、ご自分のお持ちの台の中に丸が含まれてないか探してみてください。あるいはこのようなもう丸のセットで販売されているものもございます。シジックスのムーバーシェイパーで。このようなものがあると便利なのですが、もしお持ちでなくて、この丸いパンチしか持っていないという方がいらっしゃるかもしれないです。パンチですと、ここに穴を開けたいと思っても、パンチの距離が届かないというのがあります。そういう場合は、あらかじめパンチなので穴を開けておいて、輪郭を描いてもらって、ハサミやカッターできれいにくり抜くという方法もございます。あるいは、パンチが届くように、このように下に小さな素材を貼ってレイヤーに重ねて動かすという方法もあります。これでしたら、この世界地図だとパンチが届いて3つ並べることができました。このようにレイヤーに重ねるという方法もございます。来年はうさぎ年ということもあるので、このうさぎの台を使ってうさぎを3匹3頭並べてダンスさせてみたいと思います。まず元のサイズを測っていきます。裏にしてだいたいこことこの辺に丸を持っていきたいと思います。なので中心、この長さを測って中心を決めます。インチですとだいたい 1.5 です。穴の中心から中心ですね。センチですと3センチ8ミリぐらいかと思います。そしてこのうさぎの台はとても頭が小さいので、開ける穴は小さい穴が必要になってきます。なのでこの7ミリのパンチを使いたいと思うのですが、距離がここまでしかないです。まずうさぎの位置を決めて穴を開けていきます。8インチのスリムラインで4インチの中心にまず穴を開けます。そしてここから 2.5 2.5 で穴を開けました。そして次にここからの距離が先ほども測ったように 1.5 インチあるいは約3センチ8ミリでした。ここに穴を開ける場合はちょっとパンチが届かないというのがあるかと思います。1.5 インチには少し届かないので、もうすでに穴を開けているのですが、このようにレイヤーに紙を短く切ったもので穴を開けて、このように貼り合わせていくとちょうどいいサイズに動かすことができると思います。糊で貼ってからメンディングテープで貼っていきます。ここの部分はカットします。こうすると仕掛けがここの段差に引っかかるということがなくなるかと思います。そしてこのように小さな穴ですと、
プアップホームで仕掛けをつけても構わないのですが、非常に粘着面が小さくて外れやすいという不安があります。なので先ほどご紹介したペーパーリベットを作っていこうと思います。このような台も売られているのですが、これはこのように細いところをこう通して、ここにリングでここにのり付けして回すというリベットなのですが、簡単に作れますのでそれをご紹介します。先ほど同様にここに印をつけて円から円の輪郭を描きます。そして線よりも内側のところで細長い線を描きます。そして横は少し大きめにしておきます。このような形です。そしてこの長いところを円より少し手前でいいです。先ほどは円ギリギリと言ったんですが、円よりも少し手前でいいです。そしてここは切り落とします。これと変わらないですね。同じような形になります。そして折り上げて円の輪郭あたりで折り返します。このような形になります。これをこの裏側から差し込みます。そして両面テープで貼っていきます。糊でも構いません。しっかり糊付けした方が安定すると思います。そしてここに丸を貼ってあげます。そうすると簡単にこのように回転するリベットが出来上がります。邪魔のところはカットしましょう。ここの接着をしっかりするというのが大事です。そうするとこのような小さな素材も小さい穴で見えないのですが、ダンスさせることができるようになります。先ほどのリベットを取り付けてみました。上には細長いリベット、下は丸いリベットをつけました。そして上は丸いパンチで抜いたものを貼ってます。下にもこのように丸を貼ってもいいのですが、今日はちょっとうさぎのお尻が小さいのでこのままでいこうと思います。そして裏側に中心線を描きました。ここの丸とここの丸の中心から同じ距離の中心線です。プルタブの仕掛けをこのように作っておきました。前回の動画でも説明しましたが、ここの穴の部分は少し大きめの8分の1のサイズで開けて留めてあります。そして今ここの中心をプルタブの中心が来るように貼っていきます。その時に前回も説明しましたが、必ずパネルを中央にグッと寄せることが大事です。このグッと寄せるのがあるかないかで全然動きが違ってきます。必ず中央にグッと寄せて取り付けます。表に返すとこのようにスムースに回ってくれます。ここにうさぎを取り付けていきます。ここにうさぎを貼っていくのですが、このようにたくさんレイヤーになっている台などは特になんですが、この真ん中の部分が反ってしまうというのがありますので、
上の部分は少しポップアップで高さを上げてあげるといいと思います。なので上にはポップアップフォームを貼っておきました。そして元の大きさの台を用意して同じ長さになるようにするのも大事です。まず足を貼っていきます。仕掛けが見えないように貼っていきます。そして元の大きさと合わせて少し傾ける。仕掛けが見えているところがあればこの時点でカットします。このように動かすことができました。そしてマットのバックグラウンドを貼って仕上げていこうと思います。いかがでしたでしょうか。このようにお正月用に和風に仕上げてみました。来年はうさぎ年なのでこのようにぴょんぴょん楽しく過ごしたいと思います。そしてアレンジしたものなのですが、ここが回るというふうに最初の方でお伝えしました。なのでこのように横にして使ったりしてもまた面白いです。例えばこのようにダンスをさせるのではなくて、こんな風にしても面白いです。そしてここのプルタブの真ん中の部分を長く伸ばして、そこの部分を使ってこのように3つですね、3つの素材が動くようにしたものもあります。真ん中がプルタブが伸びてます。そしてこちらはわざと穴の隙間が開くように穴のポップアップを小さくして、このように可動域が面白く動くようにしてみました。これはブルーノ・マーズのレイジーソングに合わせてミュージックビデオのように動くようにしてみました。とてもお気に入りの楽しい作品です。ぜひ何か違う素材でも楽しんでみてください。今日はこの辺で失礼します。最後までご視聴くださりありがとうございました。良いお年を。